皆さんこんにちは。よしアートチャンネルへようこそ。よしのりです。このチャンネルは絵を楽しく自分のペースで描きたい方のために絵の描き方、画材の使い方などさまざまなアートな情報をお届けしています。興味のある方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それから高評価などもいただけるととても嬉しいです。さて今回の動画なんですけれども、手を描いてみたいと思います。カバの手を描くのもいいんですけれども、まずは人間の手から描いていきましょう。手というものはですね、皆さん自分の手を毎日ご覧になっていると思うんですけれども、いざ描こうと思うとなかなか難しいものです。今回の動画ではその手の描き方を徹底的にお伝えしたいと思っています。はい、手のデッサン、このポーズを描いてみます。ではいつも通りアートライアングルの見る、考えるから始めてみましょう。この矢印は手首の角度を表しています。この手首の角度、手のデッサンの場合は動きを表現する上でとても重要なので、しっかりと描くようにしましょう。この矢印は人差し指、中指、薬指、小指の付け根の位置を表しています。大きくカーブを描いているのが分かりますよね。親指をどけるとさらに分かりやすくなります。この4本の指の付け根の位置なんですけれども、油断するとまっすぐ平らに揃えて描いてしまいがちです。そう描いてしまうとロボットの手のようなとても不自然な形になってしまいますので気をつけましょう。この黄色い線は親指と小指の太さ、それから爪の大きさなどを分かりやすく示した線です。この違いっていうのはね、皆さん当然分かってると思うんですけれども、ちょっと油断すると同じような大きさ、太さなどに描きやすいので注意してください。もちろん人差し指、中指、薬指など他の指の大きさ、太さなどにもしっかりと注意してくださいね。では次に手のどこをどう描いたらよいのか、つまりどう表現したらよいのかを考えてみましょう。この紫の線は手首、親指の付け根、そして親指と大きく明暗が変化している場所を示しました。言い換えると一番出っ張っている、近いということも言えると思います。なので僕はここで大きく明と暗に分けると良いのではないかと考えました。そのことにより親指の付け根、そして親指が明度差の強いということで手前に出てきますよね。そして手のひら全体は暗くなるので奥に行く、そういう効果が得られると考えたわけです。この緑色の線は親指の輪郭線なんですけれども、この線を境に親指側を暗く、奥の中指側を明るくすることによってこの明度差で奥行き感を表現する、こういうことも考えてみました。同じように親指の上側、爪の部分ですけれどもね、親指の方を明るく、そして奥にある人差し指の下側部分を暗くして、この輪郭を境にまた明暗の差ではっきりと奥行き感を表現するということもできます。では次に中指の指先を見てください。何か影が落ちてますよね。はい、これです。これは親指の影です。こういう細かい現象っていうのは見落としがちですけれども、これを描くことによって親指と中指が同じ位置、つまり手前にあるということが分かりやすく表現できますよね。さらに
薬指、小指の先端が手前に突き出ているので、そこに光が当たって明るく見えますよね。この現象もしっかりと書きましょう。そうすることで薬指、小指が手前にグッと出てきます。親指の付け根部分のハイライト、今黄色い色で示してますけれども、これもしっかり書くと親指の付け根部分の立体感が表現できます。はい、というわけで僕なりにこの手を見て気がついたこと、そしてどう書いたらいいかということを考えてみました。もちろんこれ以外にもね、いろいろあると思いますけれども、でもこれぐらい考えておけばね、これから手を書くのっていうのはすごく楽に書けると思うんですよ。いわゆるこの書くべき方向性というかね、何をやればいいかっていうことが明確ですからね。もちろん絵ですから書いている途中に気がついたり、あるいはいろんなことをひらめいてね、表現が広がっていく、そういうライブ感っていうのかな、そういうものもありますけれども、ただ今回アートライアングルでやった見る、考える、こういったことをしっかりやらないまま書くと、もしかしたら書きながら試行錯誤というか、いろいろ迷ってしまうってこともあるかもしれませんよね。その結果時間がかかってしまったり、あるいはデッサンですからね、書いたり消したりしていく中でちょっと紙が傷んでしまうとか、そういうこともあるかもしれません。はい、では早速書いていきたいと思いますけれども、今回も一応ね、目印のために紙の真ん中に十字を引きました。ちょうど中心がここになります。ではまずそうですね、手首の方から書いていきましょうかね。大体中心がここ来るから、こんな感じかな。はい、手前にある親指の明度差を強く、小指の方も強くして手前にあるということを強調しています。手のひらはグレーにして奥へ、手前との差を出しています。アートライアングルのおかげで早い時間でここまで来ることができました。はい、いかがでしたでしょうか。今回の動画では手を描いてみましたね。さて、今回の動画でこのよしアートチャンネルを初めてご覧になった方は、動画の最初の方でね、アートライアングルという言葉が出てきたと思うんですけれども、何のこっちゃって思ってる方もいると思いますけれども、そういった方はぜひよしアートチャンネルその1をご覧になってください。はい、というわけで今回の動画は以上です。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。